どうも秀樹です。今回もまたサンフランシスコ国際空港に来ているんですけども、ちょっと天気が今日悪いんですよね。今は少し晴れてますが、はい、今回はですね、乗務員のレスト休息について話していきたいと思います。乗務員はですね、法律で休息の時間が定められています。もちろんその休息が法律で定められている以上、本当にちゃんと休息しないといけないんですよ。休息中はですね、もうその仕事の全ての責任から解放じゃないですけど自由になる必要があります。法律で定められる休息時間中はフライトをですね、アサインすることはできないですし、仕事を渡すこともできないです。もちろん乗務員もそれを引き受けることもできないことになっています。で、休息のルールはたくさんあるんですけども、例えば仕事を始める前、168時間遡ってですね、英語では168 consecutive hour を遡って30時間の休息が必要となっております。はい、なので仕事を始める前は168時間遡って、30時間の休息があることが絶対となっております。要するに168時間というのは、24時間で割ると7日間となりますね。今回の話の本題はですね、ミニマムレストです。要するに最低限の休息はですね、10時間となります。例えば今日一日お仕事が終わったとします。で、次の日に仕事を開始するまでに最低限10時間の休息が必要となります。その10時間のうち最低限8時間、一切邪魔されずに、睡眠の機会、オポチュニティを、ある必要があります。自分の会社では、目的地着いてから15分後にその10時間の休息が開始されるんですけども、例えばシャトルバスに乗っている最中に事故ってしまったとかなると、ホテルの部屋では8時間の睡眠が確保できなくなります。もしくはその8時間の睡眠の機会をもらえてないということになりますよね。もうそうなった場合は自分たちは会社に連絡してその次の日の出社時間を遅らす必要があります。その場合結局、そうですね、どうなるかというと、乗務員の休息のため次の日の出発が遅らすことになります。なんで10時間のうち8時間は邪魔されずに uninterrupted sleep、 要するに何も邪魔されずに8時間睡眠をもらう必要があります。確保する必要があります。でですね、今日ちょっと天気が悪いんですよ。もう自分の飛行機はこの今の時点で1時間半遅れてます。早く出社したんですけども1時間半遅れてるんで、ちょっとそうですね、フライトの準備して待っていきたいと思います。今回のお仕事はですね、ここサンフランシスコからまたおなじみのレディングのところまで行って1泊して次の日に早朝に帰るという便です。で、これはちょっと例外で、このお仕事はですね、夜勤のお仕事なんで、厳密に言えばお仕事がもう夜に始まって朝終わるというものになります。なのでホテルの部屋は用意されるんですけども、その間、起きることも別に可能ですし、寝る人、仮眠を取る人はもちろん仮眠を取ります。本来では9時間ぐらいの休息があるんですけども、フライトが遅れてるので多分休息はそれより短くなると思います。それは仕方ないですね。今回はこれは夜勤なので、夜勤は夜からずっと仕事、一応、勤務中ということになります。とりあえず準備して待っていきたいと思います。どうも
今ただいまホテルに到着いたしました。フライトがだいぶ遅れました。サンフランシスコ周辺がですね、天気が寒冷前線のせいで天気がちょっと荒れてしまって、ものすごくなんていうんですか、雷雨がめちゃくちゃあるとかいうわけじゃなくて、少し荒れてしまってですね、で滑走路が、以前から話しているように滑走路が一つ閉まっていまして、かつ、工事を行っているので、全ての交通の動きがそうですね、飛行機の動きが全部遅くなってしまうんですね。そのせいで自分たちの飛行機も2時間遅れで到着して、本来は6時50分発なんですけども、結局出たのは8時30分ぐらいでしたね。はい、そのまま出てってですね、雲の中は結構揺れたんですけども、雲を抜ければまだマシなフライトでしたね。で、風がですね南から吹いていたんですけども、まだ風が弱かったので、そのまま、北側に向かってそのまままっすぐ滑走路に入ってきました。無事に到着して今に至ります。はい、で本来であればだいたいいつも8時ぐらいにはホテルに到着して、次の日の5時のバスなので、だいたいそうですね9時間ぐらい、レイオーバー休憩があります。これ厳密には夜勤なので、6時から、出社してですね、で終わるのは朝のフライトが終わるまでホテルは出してもらってるんですけども、寝る必要は別にないわけではないですけども、寝る必要はないと、ずっと勤務時間中になります。大抵の人は寝るんですけども、はい。でもしこれが夜勤ではなくて普通のフライトであれば絶対に10時間はあります。それがミニマムレストなんで、はい、法律上のミニマムレストです。で自分の会社もそのミニマムレストは10時間になっています。他の会社によれば、例えばアメリカンとかユナイテッド大手によっては、法律では10時間ですけども、会社のルールでは12時間というふうになっている会社もあります。でも自分の会社は、だいたい平均してレイオーバーは12時間ぐらいがありますが、12時間でもちょっと少ないですね。でたまに13時間14時間ぐらいあれば、十分ちょっと余裕があるかなっていう感じです。で自分たちはもちろんリージョナルなんで、地域公職会社小さい会社なんで、最低時間は10時間なんです。で本当に10時間しかレイオーバーない時はもう全然時間ないです。すぐシャワー入って寝る準備するのにだいたい1時間、ご飯食べる時間も入れて、1時間ぐらい使います。で朝起きるのも1時間ぐらい使うので、本当にちゃんとホテルに着けばちょうど8時間の睡眠がもらえるっていう感じですかね。今回のフライトがもし夜勤ではなくて普通のフライトであれば、今日みたいに天気とかで遅れてしまうと明日の早朝の便は出発は遅れます。もう理由としては乗務員の休暇のために出発が遅れますというふうになります。今回は夜勤なのでそんなのは関係ないということで、明日はオンタイムで出てきます。明日はサンフランシスコに戻ったらそれで終わりでございます。ではもう寝たいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。今現在の朝の4時45分でございます。あと15分後にバスで空港に向かっていきたいと思います。今日の朝はまだ天気がいいので無事に終わることを願いたいと思います。では向かっていきたいと思います。Reading Municipal Airport. Automated weather observation 1213 Zulu. Wind 160 at 11. Visibility 10.はい、ただいまサンフランシスコ国際空港に到着いたしました。フライトは、全然良かったです。多少雨は降っていたんですけども全然問題なかったですね。今回はですねミニマムレストについて話してみました。この10時間のミニマムレストが毎日続くとやっぱりうまく睡眠を維持していれば問題ないんですけども、うまく睡眠が取れない時も、たまにはあります。そういう時はちょっと厳しいですね。なので昼寝とかして、補うしかないです。しょっちゅう
10時間ということはほぼないです。こんな感じでですね、乗務員の人たちは言ったら法律に守られています。なのでどんだけフライトが遅れてもちゃんと休息は、取れるようにはなっております。はい、動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。See you!